今回の主役は幕末の長州が生んだ革命児高杉晋作です。28年という短い生涯で一体どれほどのことをやってのけたのか、彼の最後に残した言葉は何なのか、それでは前半です。1864年12月、山口県調布の高山寺という古い寺の境内に一人の男が馬に乗って現れた。夜の空気は冷たく、松明の炎だけが境内を照らしていた。その男は高杉晋作、当時25歳。集まった仲間はわずか80人余り。対する長州藩の兵力は3000。誰もが無謀だと言った。同志の多くが今は動く時ではないと首を縦に振らなかった。それでも晋作は馬の上から静かに、しかし力強くこう言った。長州男児の腕前、お目にかけ申すべし。と、この夜、歴史は動き始めた。時を戻す。高杉晋作は1839年、長州藩の城下町萩に生まれた。父は藩士の高杉小中太。200石の武家の長男としてこの世に生を受けた。幼い頃から体は決して丈夫ではなかった。10歳の頃には天然痘を患い、一時は命も危ぶまれたという。しかし性格は病弱な体とはまるで正反対だった。剣を学べばめきめきと腕を上げ、柳生新影流の免許皆伝を得るほどに成長した。藩校の明林館で学んだ後、1857年19歳の時、一つの出会いが晋作の人生を変える。吉田松陰の主催する松下村塾への入門だ。松下村塾は萩の外れにあるごく小さな私塾だった。建物は粗末だったが、そこで交わされる議論はどこよりも熱かった。松陰はすぐに晋作の才能を見抜き、久坂玄瑞と共に松門の双璧と呼んだ。後に明治の世を作る伊藤博文や山形有朋も同じ塾で肩を並べていた。松陰が幕府によって処刑されたのは、晋作が江戸遊学中の1859年のことだった。松陰の死の知らせは晋作の胸に深く刺さった。しかし晋作はその悲しみを静かな怒りに変えながら歩き続けた。1862年、23歳になった晋作に一つの命令が下る。幕府の上海視察団に加わり、清国を見てくるようにというものだった。晋作は長崎から船に乗り、上海の地を踏んだ。そこで彼が目にしたものは想像をはるかに超える光景だった。かつてアジアの文明大国と呼ばれた清が西洋列強に踏みにじられ、街の至る所にイギリスやフランスの影が色濃く残っていた。中国人が自分たちの土地で外国人に頭を下げて生きている。晋作はその光景をじっと見続けた。このままでは日本も同じになる。その確信が胸の底からせり上がってきた。帰国した晋作はもはや元の晋作ではなかった。1862年の暮れ、晋作は久坂玄瑞らと共に品川へ向かい、建設中だったイギリスの公使館に火を放った。外国を追い払うという信念からの行動だったが、同時に晋作の中では別の考えも育ち始めていた。西洋の軍事力を目の当たりにした以上、戦う前にまず日本が強くならなければならない。その考えが形になったのが翌1863年6月のことだ。晋作は下関に騎兵隊を創設する。騎兵隊はそれまでの武士だけの軍隊とは全く違うものだった。農民でも商人でも志さえあれば誰でも入れる。身分を問わない階級のない軍隊。
死能交渉という仕組みが厳然と存在していた時代に、これは革命的な発想だった。新作は戦うための道具だけでなく、戦う人間の在り方そのものを変えようとしていた。1864年、その騎兵隊を試すような出来事が起きる。イギリス、アメリカ、フランス、オランダの4カ国が連合艦隊を組んで下関を砲撃してきたのだ。長州藩が外国船を相次いで砲撃したその報復だった。艦船17隻、大砲288門、兵員5000人以上、圧倒的な戦力だった。長州藩は惨敗した。下関の砲台はことごとく破壊された。打ちひしがれた藩の重役たちは講和交渉を誰に任せるかを議論した。その時名前が挙がったのが新作だった。ただし新作はこの時脱藩の罪で牢につながれていた。それでも藩は新作を選んだ。この難局を任せられる人間は他にいなかった。新作は牢から呼び戻されると家老の養子の名を名乗り、連合艦隊の機関へ向かった。交渉の相手は世界最強クラスの海軍を率いる列強の代表たちだった。25歳の若者が震えていても不思議ではない場面だったが、新作は少しも気後れした様子を見せなかった。イギリスの通訳だったアーネスト佐藤はその姿を魔王のように呆然としていたと記している。新作は現実を見ていた。勝てない戦いを続けるつもりはない。必要な条件は受け入れながら守るべき一線だけは譲らない。その姿勢で交渉に臨んだ。そして一点だけ断固として拒否した要求があった。下関の目と鼻の先にある彦島の租借、つまり外国への貸与だった。もし彦島を渡せば香港のような外国の拠点になる恐れがある。新作はここで古事記を朗々と暗唱したとも伝えられている。この島は藩の土地ではない。神代から続く神の土地である。だから自分たちに貸し渡す権利はない。そう主張したのだ。列強の代表たちはその独特な理屈にあっけに取られた。結局彦島の租借要求は退けられた。賠償金についても上位を命じたのは幕府であり、支払うべきなのは長州藩ではないと主張した。牢から引き出された25歳の男が欧米列強を相手に堂々と渡り合った瞬間だった。しかしこの講和交渉の後、長州藩の内部では大きな変化が起きていた。幕府寄りの保守勢力が藩の実権を握り、上位派を次々と粛清し始めていた。騎兵隊にも解散命令が出た。新作は九州へ逃れ身を潜めた。仲間が捕まり処刑されていく方が届くたびに新作の中で何かが固まっていった。このまま黙って見ていることはできない。牢から出されて列強と渡り合い、今度は逃亡中の新作が次に何をするか。80人で反政府に挑んだ夜の話、そして最後はどうなるのか。それでは後半を聞きます。1864年12月、新作は密かに下関へ戻ってきた。そして鉱山寺へ向かった。騎兵隊に決起を促した時、山形有朋でさえ時期尚早だと断った。集まったのは伊藤博文らが率いるわずか80人余り。対する藩の兵力は3000。どう見ても勝ち目のない戦いだった。それでも新作は馬に乗り、松明の炎の中でこう言った。長州男児の腕前、お目にかけ申すべし。と、藩の奉行所を攻め、次々と軍事拠点を制圧していった。最初、所帯の多くは動かなかった。様子を見ていた。
しかし新作側が拠点を落とすたびに空気が変わっていった。勝てるかもしれない。その空気が広がると1対また1対と参戦を決めた。近くの領民が義勇兵として加わり、小さな蜂起はいつの間にか大きなうねりになっていた。反兵の側も同じ長州の人間同士で歯を向け合うことへの迷いがあった。新作側の勢いが増すにつれ、戦意を失った兵が相次いで離れていった。80人が始めた戦いは約2ヶ月の末に長州藩の保守勢力を打ち破り、正義派が藩の実権を取り戻した。新作はこう言っている。戦いは1日早ければ1日の利益がある。まず飛び出すことだ。思案はそれからでいい。と、鉱山寺の夜はまさにその言葉そのものだった。藩の実権を握った新作たちに次の試練が訪れる。幕府は長州藩を再び潰しにかかった。四郷戦争だ。1866年、幕府軍は各方面から長州に攻め込んでくる。新作は小倉口の海軍を指揮する役割を担った。自分たちの兵力はおよそ1000、対する幕府軍は2万。誰がどう計算しても勝てる数字ではなかった。しかし長州軍は各方面で幕府軍を押し返し、ついには小倉城を落とした。幕府軍の中にはそもそもこの戦いに乗り気でない藩が多かった。将軍徳川家茂が陣中で急死すると、幕府軍は次々と撤兵を始めた。残された小倉藩は自ら城に火を放ち逃げていった。幕府の威信は地に落ちた。この敗北がやがて大政奉還へとつながっていく。ただ新作にとってこの戦いには別の意味もあった。小倉城を落とした頃から体の異変が顕著になっていたのだ。咳が止まらず血が混じるようになった。結核だった。激しい戦場を駆け回ってきた体は静かにしかし確実に限界を迎えていた。新作は下関の郊外桜山に小さな家を構え療養生活に入った。そこに集まったのが何とも新作らしい顔ぶれだった。かつて新作が追われていた時にかくまってくれた福岡の歌人野村元に、新作が深く愛した愛人の宇野、そして萩から駆けつけた正妻の正、3人が一つの場所で新作の枕元に集まっていた。誰もが新作のそばにいたかった。それだけは確かだった。1867年の春、桜の季節が近づく頃、新作の体は起き上がることもできなくなっていた。ある夜、新作は野村元に向かって静かに上の句を読んだ。面白きこともなきよ、面白く。と、元には少し考えて下の句を続けた。住みなす者は心なりけり。と、新作はその言葉を聞いて小さくうなずいた。面白いの、と言って目を閉じた。1867年4月14日、高杉晋作、享年29歳。明治維新の幕開けまであと半年もなかった。嵐のように生きた男が桜山の小さな家で静かに消えた。残していったのは志と動き始めた歴史だった。新作はこんな言葉も残している。苦しいという言葉だけはどんなことがあっても言わないでおこうじゃないかと。結核に侵され体が言うことを聞かなくなっても面白きこともなきよ、面白く。その言葉が本当に似合う人間が幕末にいたとしたら、それはきっとこの人だろう。高杉晋作29年の生涯でした。80人で動き出した夜、
魔王と呼ばれた交渉の場、面白いのという最後の言葉。明治維新を見ることなく、言ったこの男が何を残したかは歴史が答えています。また次回の主役でお会いしましょう。